8月1日、山中湖宝庫祭。8月2日、最古竜宮祭。8月3日、本栖湖新湖祭。8月4日、庄司湖良湖祭。8月5日、河口湖湖上祭。富士五湖というのは山梨県側の富士山麓の5つの湖の総称で、富士急行の創設者である堀内良平氏が命名したのだそうだ。花火大会の順番は、まず初日は山中湖、翌日は西湖、次は本栖湖、その次に庄司湖、そして最後の締めに河口湖という順番である。2013年6月に富士山信仰の対象と芸術の源泉の一部として5つの湖すべてが世界文化遺産に登録された。8月1日、まず初日は山中湖宝庫祭。今回は奥の山中地区と手前平野地区の2カ所から打ち上がる。山中湖には東側に湖と富士山を一望できるパノラマ台がある。2024年6月から半年間、さらなるインバウンド観光客を呼び込むべくパノラマ台の改修工事が行われ、富士山を望む展望台が整備された。ウォシュレット設備のあるトイレも設置されたのは喜ばしいことだが、20台駐車できた駐車場自体は大幅縮小されて8台しか駐車できないという残念な改修となったため、週末は駐車できない車が駐車場の空き待ちで長蛇の列を作る、いわゆるパノラマ大渋滞が発生する始末なのである。ただ、パノラマ台からの景色は、富士山がたとえ雲に隠れて見えなくても、雲の動きを見てるだけで、今も昔も素晴らしい。しかし、ここから眺めているだけではわからないだろうが、地図を見るように真上から見ると、山中湖のフォルムは、まさしくクジラである。2025年の花火は西側山中地区と東側平野地区で挙げられるので、それはまさしくクジラの目と尻尾で花火が上がるようなものだ。無料駐車場はこのようになっている。当然、打ち上げ場所に近いところから埋まっていく。今回はクジラの口にあたる山中地区から見ようと思っている。山中湖の当日の天気予報では、花火打ち上げの夜8時から9時にかけて、北西または西北西の風と予報されているから、花火の残縁を考えると、風上のこの場所がいいだろう。花火は風上から見るというのが最重要である。
例えばこれは風下から花火を見たため残縁でほとんど花火が見えないというとても残念な例である。ちなみに山中地区の花火会場で最も近い湖畔の駐車場は平日開催の今回は正午から2時くらいまでで満杯。一番駐車スペースがあると思われる山中小学校グランドは午後2時から駐車可能だったが3時半で満杯になったそうだ。ここは山中エリアのサイクリングロードだが今湖面をモーターボートが走っているあたりに花火を仕掛けたイカダを浮かべて打ち上げるのだ。このウッドデッキは6時半から入場規制エリアになり前もって3時から配布されるリストバンドをつけていないと入れないエリアとなる。花火打ち上げまで天気が良ければ山中湖でブラブラしているのもよし、せっかくなので水陸両用バス山中湖のカバのツアーに参加するのもよし、ちょっと足を伸ばして山中湖都の花公園に行くのもよい。花火大会の季節はひまわりの最盛期のはずだ。しかし忘れていけないのはかなりの確率でこの時期は夕立がある。とはいえだいたい打ち上げが始まる8時頃には止むのである。午後8時カウントダウンを合図に打ち上げが始まった。遠く向こうの対岸に見える花火は平野地区の花火だ。2025年は2つの地区で合計1万発打ち上げられる。おそらく山中地区と平野地区がそれぞれ5000発ずつというのではなく平野地区の方が打ち上げ数が少ないと思われる。この撮影場所からは残念ながらそう見えないが実際山中地区の花火はイカダを2つ浮かべて2弦同時打ちで打ち上げている。ちなみにこれが2弦同時打ちで2年前に同じ山中湖で別の角度から撮影したものだ。こうして見るとせっかくの2弦同時打ちなのに横方向を前後かぶりしてしまって単発のように見え実にもったいないというのは否めない。しかし見ようによっては濃度の濃い花火が見れているという見方もある。いよいよここで一気にグランドフィナーレだ。
ふと見ると、湖畔の道路は早くも車の渋滞が始まっていた。平野地区は終わりが10分くらい早いので、平野地区で見てきた人の渋滞なのだ。うまくすると、こちらの山中地区のグランドフィナーレも車の中から見れたのかもしれない。8月1日、宝庫祭。8月2日、最古龍宮祭。龍宮祭とは、水の神豊玉姫の御事を祀る龍宮神社の祭りだ。最古の東側の湖面に筏を浮かべ、打ち上げ花火は2025年はおよそ1000発と発表されている。最古は富士五湖でありながら、湖畔のほとんどの場所で富士山が見えないという珍しい湖で、唯一ここ念波浜からかろうじて見えるのだ。西の湖と書いて、西湖でも西湖でもなく最湖。ねばと書いて、ねばではなく念波。と読ませるここらの土地名には手を焼かされる。ちなみに、龍宮祭の名のゆえんとなる龍宮神社の別名は漢字で書くとこうなるのだが、一体誰が読めるというのだろうか。答えは瀬の海神社である。瀬の海とは864年の富士噴火で溶岩が流れてくる前にあった西湖と小路湖が一体だった頃の湖のことだ。さらにちなみに、その西湖のお隣の湖、精進の湖と書いて小路湖と読ませるに至ってはもはやお手上げである。などと土地名の読み方にイチャモンをつけているうちに、西湖の花火大会駐車場に着いた。ここ西湖には龍宮城の入り口が湖底にあるという伝説があり、灯籠流しで水の守り神に感謝と祈り、そして先人供養と平和を願うという意味があるのだという。偶然にも知り合いの外国人の夫婦にばったり西湖で再会した。Oui, tiens, tu m'as dit qu'il m'a chaud. C'est bon avec le coucher de soleil, avec les nuages. と、その時、湖畔にモーターボートが現れるのを見た。花火発射台の筏を牽引するボートだ。これ花火ですか。ここから上げる。沖に出るんですか。ああ、じゃあちょっと邪魔な中、はい、何時に出るんですか。もう出ます。あ、もう出ますか。Oui, c'est un bateau qui tire. Ouais. Tu veux filmer, c'est ça? Ouais. Tu veux filmer? Ah d'accord. Ok, bah on t'attend là-bas. Où est-ce? Eh ben on fait un tour, on longe la côte. Ah ok. On va faire un balader. Donc à tout à l'heure. À tout à l'heure. D'accord. Ok. On sera le long de la côte et peut-être on revienne. Comme ça, oui, Ouais. ok. À tout. À tout. Fais gaffe.
Aucun Ne tombe problème. pas. Ici, c'est Ne tombe pas. calme. Ici, c'est tellement calme. Mais tomber. l'eau n'est pas trop froide. Oui. Ça va. そして今夜の花火たちはボートに牽引されて出発した。しかし雲はにわかに夕立の気配をはらみ始めていくのだった。やはり軽い夕立はあったのだが、浜に上陸したところで、これまたたまたま別の夫婦とそのお友達の絶賛焼肉中のところに出くわした。ちなみに旦那さんは私と同じフォルクスワーゲン T4 カリフォルニアに乗っていた。そうそう。で向こうにろうそくが浮いてて、なんとロマンティックなことでしょう。そしてやがて暮れなずむ黄昏の中、臨戦態勢を完了させるのであった。西湖は北は鬼ヶ岳、南は足和田山に挟まれているので、花火のエコーする反響音が特徴的だ。なるほど、横倒しになってしまっているが、富士山だ。ハートマークか。これはちょっとわからない。星のマークだ。ご存知、ニコちゃんマーク。灯籠は花火が終わってもまだかなり火が灯っていた。7時半開始。今回2025年は発表では1000発で20分間の打ち上げだ。8月2日、西湖竜宮祭。次は3日目、本栖湖の新湖祭だ。続きは富士五湖花火大会全5個制覇後編に続くのであった。ご視聴ありがとうございました。このままサムネイルをクリックして後編をお楽しみください。